得してない。これちょっと気づいてもらいたいんですよ。誰も得していないんです、実は。マイナスドライバーでこちら側に数字が出ていないとギアンテナ、松沢の下側から上側に整備業界ぶっ壊す。YouTube 整備業界をぶっ壊す整備士重信です。こんにちは。今日はメンテナンス不足はオーナーに返ってくるというテーマでお話したいと思います。でこれはもうですね、もうほとんどこのテーマの中でほぼ完結してしまってるなっていう気がするんですが、最近結構巷で見かけますよね。チラシにも入ってます。エンジンオイル交換100円、エンジンオイル交換500円、全車種500円、一度は目にしたことはあるんじゃないかなと思っております。でこれ何かっていうとですね、営業なんです。やっぱりお客さんを取り込みたいと、新規顧客を取り込みたいっていう、そこの入り口の、経営戦略というか、そういう商品の売り方っていうものがあるんですけども、これやっぱり安いものやっぱりみんなちょっと飛びつきがちになってるんですよね。でも皆さんよくよく考えれば分かると思うんですけど、100円でエンジンオイル交換できるわけがないじゃないですか。ちょっと疑いますよね。いや、いくら金なくても、いやちょっと100円のエンジンオイルってどんなんだって、もしくはもうエンジンオイル交換しないで100円もらって100円払わされてんじゃねえかって思う方も中にいらっしゃるかもしれないですよ。でも実際ちゃんとエンジンオイルは交換してますし、100円しか払って100円しかね払わなくて済むと、500円しか払わなくて済むという場合がほぼ多分 100% ぐらいだと思うんです。分かんないです。行ったことがないんで分からないんですが、基本的にそれはちゃんと、そういうサービスとしてやってるので間違いないと思います。いや分かんないですよ。もしかしたら悪徳なところは100円っていう歌ってたけど、小さいところに文字でね、この車種以上はプラス1000円かかりますよとか、なんか工賃が別途2000円かかりますとかって書かれてるかもしれない。でもそこはやっぱり守るべきところは消費者なので、そういうところですね、皆さんに注意喚起っていうところもまず1点あるんですが、そもそもこのテーマの中に入っていますメンテナンス不足はオーナーに返ってきちゃうんですよ。でこの例えばですから、さっき言った100円のオイルとか500円で、エンジンオイル交換できる、例えば車1あたり3リッター4リッターぐらいのエンジンオイル量で、ずっと、約5000キロぐらいですね、多分3000キロから5000キロぐらいで、回して交換していくっていうサイクルになってるんですが、そのエンジンオイル、100円だったとして、それ3で割った場合1リッターあたり33円じゃないですか。これは、例えばですけど、お店側が大部分を、その料金を持っていたとしてもですよ、お店側は使ってる使用オイルっていうのをまさか、仕入れ価格が何千円もするよとか500円以上のものとかを使っているわけがないんですよ。よく考えてください。例えばですけど、お店側が仕入れ価格500円のオイルを使っていたとします。その場合1台1台交換して100円しかもらえなかったとしたらですよ、赤字が確実に発生してくるわけですよ。で赤字っていうのはオイル交換した量によって変わってくるわけですよね。でこれが例えばですけど、この安売りによって100人のお客さんのうち、例えばですけど、10人来てほしいっていうことは回収率 10% ですよ。回収率 10% ってことなんですよね。もう一回来てもらわないと、サービスをこちらがね提供できないと、赤字になっていってしまうんですよね。例えばですけど、その100台中10台しか来ないってことは、90% が赤字になってしまうんですよ。相当な額赤字になってしまいますよね。でこれをこの10台に乗せようとするんですよ。そうすると実はこれ得してるっていう人ってどこかっていうとですね、誰も得してない。これちょっと気づいてもらいたいんですよ。誰も得していないんです。実はお店側は、リピーターしてくるんですが、基本的にもう赤字がメインになってしまう。ただお客さんは100円で交換できたからって言っても、実はその交換したオイルっていうのも結構言ってしまうと粗悪なものが多いと。で例えばそれでちゃんとリピートとして帰ってきたお客さんが受けるサービスも、その回収分を含まれた額になってしまうのでめちゃくちゃ高くなってしまうと。って言った場合、めちゃくちゃ悪循環です。これデフレスパイラルみたいなもんですよね。って言った場合ですね、これ何をしなくちゃいけないか、お店がどう取らなくちゃいけないかっていうと、この赤字も減らすってことになってくるんですよ。そうなると赤字を減らすためにはもちろんですけど、使用するオイルの値段を極力下げなくちゃ利益が取れないっていうことなんですよね。例えばですけども、さっき言った仕入れ額500円のオイル、これ結構いい方だと思います。
現存するものだと考えればですね、もっといいやつもあるし、もっと安いものもあります。で、そういうお店が使ってるのが基本的に僕が聞いた話ですと、これなんかピーって言える？できる？ドラム缶1缶あたり17,000円です。そう、100円しないです。リッターあたり原価でいくとですね、100円しないんですね。100円しないし、なんならばもっと言うと80円よりも下ですぐらいの値段でオイルが流通してるんですよ。エンジンオイルですよ。リッター85円、リッター80円よりも低い値段のものを使ってるんで、1台交換したとしても、4リッターもの交換したとしてもですよ、3リッターも交換するとあと80円で計算しますけども、厚さ240円ですね。1あたり240円。そこからオイル交換で100円取ったとしても140円の赤字で済んでしまうんですよ。そうすれば残ったリピートしてくれたその 10% のお客さんにその分をいっぱい乗せなくても済むじゃないですか。で、こういうからくりがあるんですよね。でも皆さんよく考えて、リッター80円以下のエンジンオイルって使いたいと思いますか？いや、何の知識もない人が、いや別にオイルだったら全部一緒じゃないって思うじゃないですか。オイルの種類によって全然違うんですよ。これ値段の訳があるんで、安いオイルには裏があるじゃないですか。で、皆さん思ってほしいです。基本的に我々、ちなみにですね、私が使っているエンジンオイルは基本的には、一番安いやつでも300原価ですよ、言ってぶっちゃけてしまいますと300円以上します。300円以上の原価のものを使っております。でもこれは、もちろんなるべく価格を安く抑えるために大量に仕入れて販売しているからその額が、達成できるっていうわけで、実際その額では売ることはできないですが、基本的には私はそうやって企業努力として頑張らせていただいております。ただやっぱりそういう風に安いオイルっていうのもあるっていうのを信じて、頭に入れていただきたい。で、その安いオイルを使ったからどういう風になるのか、皆さんちょっとねイメージしにくいかもしれないですけども、例えばですけど、高いものが並んでいる中で一つだけすごい安いものがあったらなんかいわくつきなんじゃないかなとか思うじゃないですか。例えばですけど、東京の、首都圏とかですね、アパートがそれぞれあってめちゃくちゃ駅近、もう徒歩5分とか、もう角部屋、2階部分とか、なんかもうテラス付きになって、そこで、月額2万8,000円ですとか言ったら食いつきますか？それちょっと怖くて近寄れないですよね。普通には10万以上すんだけどなみたいなっていう部屋が2万5,000円って言って、どうしよう、借りたいけどなんかあるんじゃないかってもうめちゃくちゃ思うじゃないですか。もうその缶を十分にエンジンオイルにも使ってあげてください。80円以下っていうかリッター1台交換100円で済むってことが裏がすることがあるんですね。で、エンジンオイルの質っていうのも、何をもってエンジンオイルかっていうのもあるんですよ。いろいろ基準がある中でもここを超えればエンジンオイルって名乗っていいですよっていう分類があるので、そこの一番最低ランクのものを使ってるんですよ。でなるとこれが実際、だいたいエンジン温度何度ぐらいの時にどれぐらい油膜が保ってで、何キロぐらい走ってもこれだけの性能を残せますよっていうそういうデータっていうのもあるんですよね。でその数値が高ければ高いほど優秀であれば優秀なほど、値段が少しずつ高くなってくるっていうわけなんですよ。なので皆さんその安いオイルを使ってエンジンオイル交換したからエンジンは無事です、私大丈夫ですって言ってるのはそれをちょっと考えた方がいい。少し考えた方がいい。なぜならばその選んだ結果自身であなたの車をダメにしてる可能性があるからです。なので皆さんそういうところで、ね、十分考えてなんかそういうところホイホイついていくんじゃなくて、もうゴキブリがなんかゴキブリホイホイ入ってくるようなイメージみたいな、あんなことしないで済むんですよ本当は。なんならもうちょっと車に優しくしてあげてもいいんじゃないですかっていうところで、今回の話は以上とさせていただきます。この動画いいねと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録とあと各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。